はい、セリカさんです。今回は HG ガンダム JAL オリジナルカラーバージョンを使って100均の艶消しスティックの効果を実験していきます。わかりやすいように艶消しのプレミアムトップコートとの比較もしていくので、何度も見返せるようにチャンネル登録しておくと便利です。それでは早速やっていきましょう。先にこのガンプラの仮組み状態を元のガンダムと比較しながら確認しておきます。元のガンダムはクリアカラーですが、配色は変わらないので気にしないでください。初代ガンダムからホワイト、レッド、グレーに変更した配色となっています。基本的には一般販売されている HG ガンダムと同じですが、微妙にパーツや構造が変わっているところもあります。主にグレーのパーツ周辺が新規設計になっているので、それに合わせて他のパーツも少し形状が変更されています。もともとは一体型のパーツだったものがわざわざ分割されているので、結構気合を入れて作られたのかもしれないです。こういうコラボカラーのガンプラは初めて作ったのですが、元のガンプラのただの色違いだと思っていたので少し驚きました。このガンプラは大阪万博が開催されていた頃に JAL の国内線を利用した時に購入できました。私事ですが、父さんがたまたま JAL を利用して私にプレゼントしてくれました。父さんもいい年でこれが形見の一つになるかもしれないので、なるべく元の状態を維持するために少しだけ手を加えながら製作していきます。それでは艶消しスティックの実験をしていきます。この商品は100均のセリアで販売されていて、値段は110円でした。映像のものは幅が 12mm の商品ですが、もっと細い商品もありました。スティックって名前ですが、感触はスポンジで柔らかいです。正直これってメラミンスポンジと同じなんじゃないかと思いました。なので実験にはこのスポンジも比較として使用します。それぞれ手触りは少し違くて、艶消しスティックの方が目が細かく滑らかな手触りでした。実験にはこのガンプラのパーツを使って試します。映像のパーツの他にグレーのパーツも一緒に実験します。それぞれ艶消しスティック、メラミンスポンジ、艶消しトップコートをした時にどんな違いが出るのか確認します。艶消しスティックとメラミンスポンジはパーツをただ擦るだけの簡単作業です。気をつける点は作業前に水を含ませることくらいです。パッケージの説明に白い部分を使うと書いてあったのでそのようにしています。メラミンスポンジも基本は同じ作業なので説明は省略します。スプレーの艶消しにはプレミアムトップコートを使いました。他にも色々な艶消しがありますが、一番気楽に使用されてそうな商品を選びました。余談ですが、これだけのパーツにスプレーを使うのはもったいない気分でした。それでは実験結果を確認してみましょう。左からスプレー、メラミンスポンジ、艶消しスティックの順番に並んでいます。映像では分かりにくいですが、一番艶消し効果が高いのはスプレーでした。正面からライトを当てているのですが、光の反射がほとんどなかったです。メラミンスポンジと艶消しスティックはどっちもそんなに変わらないですが、メラミンスポンジの方が目が粗い分磨いた跡が少し目立っています。その点艶消しスティックは目が細かいのであまり目立ちませんでした。次にグレーのパーツを比較してみます。このパーツはメタリック風パーツなので分かりにくいですが、やっぱりスプレーが一番効果がありました。メラミンスポンジと艶消しスティックはホワイトのパーツと同じ傾向でした。艶消しスティックって名前ですが、さすがに艶消しスプレーほどの効果はありませんでした。ただ好みの問題なので、この仕上がりが好きな人には安上がりになると思います。実験が終わったのでガンプラの作業をしていきます。今回は実験も兼ねて全部のパーツを艶消しスティックで磨いていきました。ガンプラ全体を磨いたらさっきの実験とは印象が変わるかもしれないので試してみました。初心者でも組み立てた後に一気に磨けるので挑戦しやすいと思います。スプレーと違って部屋の中で作業できるのでその点も便利です。ちなみにスプレーで艶消しを吹きかけたパーツはマジックリンの中に入れて塗膜を剥がしました。塗膜を剥がしてきれいにしてから艶消しスティックで磨いています。パーツを磨いているとこのように白い部分がなくなってきます。スポンジの削りカスが出るので新聞紙の上とかで作業した方がいいです。このガンプラ全体を磨くのに4本使いましたが、初めて使うので必要以上に磨いたせいだと思います。艶消しスティックでの作業が終わったら墨入れをしました。JAL カラーということでメタリックレッドを使いました。メタリックレッドを選んだ深い理由はなくて、手元にあったレッドの水性塗料がこれしかなかっただけです。水性塗料ならパーツが割れる心配もほとんどないし、塗料が乾燥したらマジックリンを含ませた綿棒で簡単に落ちるので便利です。特に素組みで組み立てた状態でやる場合は水性塗料を使った方が無難です。エナメル塗料だと割れやすいので、なるべく組み立てた状態では避けるようにしています。メタリックレッドを使ってパーツの一部分を軽く塗装しました。最初はここまでやるつもりはなかったのですが、作業していると塗装したくなっちゃいました。塗装したといっても映像のような細かい部分だけで大きく色を変更するようなことはしていません。せっかくのコラボ限定商品なのでシールなど付属しているものは使っていきます。腕や足にレッドのライン用のシールを貼るのですが、このシールにもメタリックレッドを塗装して少し色を変更しました。もし失敗してもすぐに塗料を拭き取れます。ちゃんと綺麗にしたい時は墨入れの時みたいに綿棒などにマジックリンを含ませて拭き取ってください。塗料が乾燥したらシートから剥がしてパーツに貼るだけです。今回はマスキングが面倒そうだったのでシールでやりました。シール部分だけですが、初心者でも気軽に色変更ができるので試してください。最後に JAL の
のマーキングシールが付属しているので貼っていきます。個人的には HG でマーキングシールが付属しているのは珍しいと思いました。コラボ商品らしい付属品だと思います。これも基本はシールなのでシートから剥がしてパーツに貼るだけです。下地がホワイトのところに貼るので意外とシールの輪郭が目立たなくなります。よく見ればわかりますが普通に中べる分には十分です。あとは各部位を組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。今回の目的は艶消しスティックの効果の確認なので仮組と比較してみます。同じ撮影条件ではないので正確な比較にはならないのですが、艶消しスティックで磨いた方が少し艶が落ちた印象です。ただ作業した本人が少し違いがわかるだけで、実験した通り艶消しスプレーほどの変化は見られなかったです。商品名が艶消しスティックなのでスプレーの艶消しと同等レベルを期待すると裏切られた気分になります。それでも110円と安いし、作業場所を選ばないのでこの仕上がりが好みの人には合っている商品です。作業自体も擦るだけでいいのでプラモ初心者の方も挑戦しやすいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではガンプラでいろいろな実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。